はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。いよいよ2022年最後のエピソードになりました。あっという間ですね。私の家はまだクリスマスのデコレーションが残っておりますけど、はい、今日は、12月の27日火曜日でございます。はい。これがね、公開されている時は12月31日の大晦日。今年最後の日だと思うんですけど、今年1年皆さん、どんな1年でしたでしょうか？はい。今年はね、世界的にいい年だったのかって言われたら多分そうじゃない年だったと思います。今年の初めにね、戦争から始まってしまった一年なんですけど、いろんなことがありまして、日本では円安で経済がやばいぞみたいな話とかいろいろあって、あんまり明るいニュースがなかったかなと思うんですけど、良かった点といえば、ちょっとコロナがね、もう落ち着いて、皆さんも旅行に行けるようになって、はい、それはね、良かったと思いますね。少しずつ世界が動き始めました。はい。うん。私も今年、やっぱり振り返って一番良かったことっていうのは、カナダに2ヶ月間行ったことですね。うん。本当にいい2ヶ月だったし、思う存分旅行に行けたのがやっぱり幸せだったなと思います。うん。そう、私はね、今年2022年はね、反省することはたくさんあるんですけど、全体的にこの人生の中でやっておきたいと思っていたことをできた一年だったなと思います。カナダに行ったこともそうなんですよね。もうずーっともうここ5年ぐらいずーっとカナダに行きたい。もう一回行きたいっていう気持ちがあって、ようやく行けた。あとは車の免許、いろいろありますけど、いろいろありましたけど、いろいろありましたけど、車の免許のね、実はまだ取ってないんですけど、正式に行ったらまだ取ってないんですけど、免許合宿に行って、無事に学校を卒業できて、もうあと多分もう1月にはきっと取れるというような状況になっていますので、それはね、ちゃんとできてよかったなと思います。はい。でもね、ちょっと反省する点といえば、まあ、うーん、構引きこもってたね。引きこもりがすごかったね。うん。家で仕事しているからっていうのもあるんだけど、それが多分一番の大きな原因なんだけど、それに甘えて家でダラダラしちゃったり、無駄な時間を過ごしてしまったっていうちょっと反省があって、もっといろいろ頑張れたのになっていう気持ちがあります。はい。でも、いい年だったなと思います。2022年。はい。来年はいよいよ私は29になって、友達はみんな30歳になる年なんですね。なので、ラスト20代、来年1年頑張りたいなと思います。後悔のない1年にしたいなっていうのが来年の目標です。はい。ということで、ポッドキャストの振り返りをしていきたいと思います。今年1年いろんなエピソードがありました。はい。ちなみにですね、私のポッドキャストなんですけど、今年1年で、なんと44エピソードアップされてるようです。私そんなに喋ったそんな喋ってんだ。44エピソードですって。うん。はい。そんな感じでした。皆さんはいくつ聞いていただきましたでしょうか？ 44 もあるんだね。でも1年、毎週1回ね、アップしてるって考えたらそんなもんか。ね。はい。で、あと、86カ国の国の方に聞いていただいたようです。
ありがとうございます。はい。86カ国だって。みんな86個の国言える？私は言えない。すごいね。私多分頑張って30個ぐらいしか国言えないんだけど、86ってことはもう私が名前も知らないぐらいの、遠い国の方でも聞いていただいてるってことですよね。すごいね。なんかもうほんといろんなところに日本語を勉強してる人がいるっていうのがすごく嬉しいなと思います。はい。来年も引き続きよろしくお願いいたします。はい。でですね、86カ国の方に聞いていただいていたんですけど、その中でも一番多かった、国は、日本なんですよ。日本が一番なんですけど、それはしょうがない。私が日本でアップしてるのでね。はい。で、2番目に多かった国っていうのが、なんとアメリカなんですね。それもびっくり。多分ね、去年は台湾だったと思う。はい。でもね、2位がアメリカになりまして、で、3位が、台湾。はい。で、4位ベトナム。で、5位インドネシアです。へえ、知らなかった。アジアがね、多いですけど、台湾、ベトナム、インドネシア。うん。2位がアメリカっていうのがね、結構びっくり。アメリカでかいからさ。でもそんなに日本語勉強している人がいるんだなっていう驚きと、私結構あまり英語とかそんなに使ってないんだけど、アメリカまで届いてるっていうのが結構びっくりですね。台湾はね、わかる。ずっと多かったんで。で、ベトナムもわかる。日本語勉強してる人いっぱいいるから。ね。日本に住んでるベトナム人の人も増えてますから。で、5位のインドネシアもびっくりですね。うん。インドネシアの皆さん、ありがとう。はい。ベトナム、台湾、アメリカの皆さんもありがとう。来年はね、このランキングが変わるぐらい、いろんな国の方に聞いていただけたら嬉しいなと思います。なんかヨーロッパの国とか出てきたりね、アフリカとかでできたら面白いよね。はい。南米とかね。うん。はい。で、次ですね。次、皆さんに、この1年で一番好きなエピソードは何でしたかというアンケートを、なんていうのアンケートを作りました。皆さん協力ありがとうございました。はい。たくさんの方に答えていただいて、ランキングが出ました。一番人気だったランキング、違う違う、一番人気だったエピソード。何だと思いますか？私これびっくりしたんですけど、一番人気だったのが、25% の人が、選んでくれた。エピソード176、車の試験に落ちた話。どういうこと？ねえ、どういうことなのこれは。ねえ、皆さんどういう気持ちでこのエピソードを選んだんでしょうか？ねえ、車の試験に落ちた話、最近のエピソードですけど、私が試験に失敗してめちゃくちゃへこんでるっていう話だったんですけれども、これが1位なんですよね。どういう意味ですかね、これ。どういう意味ですか？ねえ、びっくりです。はい。25% ぐらいの人がこれを選んでくれたんですね。はい。でもありがとうございます。はい。で、2番目がね、ふるさと納税、エピソード170のふるさと納税でした。これ意外ですね。うん。ふるさと納税の話、面白かった？勉強になった？それは良かったです。はい。で、次はですね、エピソード166、安倍元首相、安倍元首相の国葬が反対される理由。はい、こんなこともありましたね。うん。確かにこれは日本で大事件だったので、皆さんはね、詳しい話を聞きたかったのかなと思います。うん。で、あと次はですね、エピソード136の LGBTQ の権利。これびっくりですね。あんまり再生回数はそんなに高くなかったんですけど、選んでいただいた方ありがとうございます。はい。日本もね、少しずつ進んでいけたらいいなと思います。うん。
あとはですね、同じぐらいの、でも 6% ぐらいの人が選んでくれたのが、エピソード152、日本のドラマとアニメの疑問。はい、これありましたね。懐かしい。はい。なんか、アニメとかでよくある日本の文化は本当かみたいな。なんか先生と生徒が恋をするのは本当かとかそういう話ね。うん。そんな感じでした。はい。他にも選ばれたのがいろいろあるんですけど、円安の原因と現状、エピソード150とか、あとは、エピソード144、私の恋愛観。これも少し多かったですね。6% の人が選んでくれてるんですけど、うん。これはね、再生回数もかなり多くて、はい、人気でございました。そんな感じでいろいろありましたけれども、皆さん、今年も私のポッドキャスト楽しんでいただけましたでしょうか？来年もね、特に変わったことはないんですけど、来年もまた何か面白いトピックを、私の変な話とかを、皆さんにシェアしていただけたらなと、シェアしていけたらなと思います。はい。あとね、2023年が皆さんにとっていい一年になることを祈っております。はい。2023か。びっくりだね。多分2023年は日本に行くぞって思ってる人多分たくさんいると思いますので、皆さんお金を貯めて、安全な旅行をしてくださいね。はい。ということで、今年終わりだね。はい。そんな感じで、今日は、2022年の振り返りについてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あとは、Patreon、こちらのメンバーも募集しております。Patreon では、ボーナスコンテンツ、ボーナスポッドキャストとか、いろいろ私のブログが読めたりとか、コミュニティに入れたり、Discord コミュニティに入れたりしますので、ぜひ、メンバー募集しております。はい。あと、シャドーイングコース、こちらのメンバーも募集しております。シャドーイングね、皆さん頑張っていらっしゃいますけれども、来年も一緒に頑張っていきましょう。はい。そんな感じで、なんか寂しいね、1年の終わりって。ね。次のエピソードは多分アップするともしかしたら休むかもしんない。ちょっと新年、なんかね、年末忙しくて、ちょっと全然休めてないので、もしかしたら来週のポッドキャスト休むかもしれないし、アップするかもしれない。ごめんね、適当で。ごめんね。はい。ということで、皆さん、2020年、2022年ありがとうございました。それでは、良いお年を。